私にとって家とは安心感を与えてくれる居場所のようなものかなと思っていて、この家を通して考えると広がりがある空間だったり、外の景色をただぼーっと眺めるだけの時間だったりっていうのが私にとってとてもリラックスできる空間なので、安心感を与えてくれるものが家なのかなと思います。この住宅の大きな特徴の一つは、家具のような箱が散りばめられているというところにありますが、その箱それぞれに生活のために必要な機能を含んでおります。例えばお風呂だったり、トイレだったり、洗濯機だったり。この建物は中野区に位置しており、新宿の超高層ビルの街並みの近くの街でありながら、周りには低層や中層程度の住宅が立ち並ぶような静かな住宅街です。近隣には中学校や幼稚園もあり、また地域に馴染んだ神社もあるような古くからの街並みが広がっています。この家に入るまでは築50年の古さを感じるんですけれども、皆さんこの玄関を入った後にすごく広がりがある景色が見られたり、明るい空間が出てくるので驚いていただく方が多いです。私たちがこの家を購入した時点では、間取りは建築当時のままで、畳の敷いてある和室が2つと、部屋の真ん中に小さなキッチンがあり、とても古い印象でした。床に座ってご飯を食べたり、布団を敷くことでダイニングが寝室に変わるような昔の日本人の生活様式のための間取りで、私たちの生活には合わないと感じていました。まず構造以外のすべての壁を取り除きました。その中に住宅のための機能が入った箱を間を空けて配置しています。部屋の南側のスペースはベッドが置かれるスペースですが、ベッドを積み重ねることでリビングスペースにもなります。その傍らにはワードローブを配置しており、壁との間にできた小さな隙間は作業スペースとして使えます。北側のスペースはこの部屋で一番広い場所で、キッチンとダイニングになっています。ダイニングと隣り合った場所にユニットバスだったり、トイレや洗濯機、冷蔵庫が入った箱があります。元の玄関には靴を脱ぐための大きな段差がありましたが、ここでは床を下げてステンレスの板で玄関とダイニングを区切っています。タワーという山崎実業のこのシューズラックに、この足元の、木は自分たちで DIY で作った板にこの既製品を乗せてシューズラックにして使っています。玄関は鉄製のドアなので、ここにフックをかけて鍵を収納しています。ドアの色はピンクに塗っているんですけれども、日本のアニメのドラえもんのどこでもドアを意識して塗っていて、どこにでも冒険に出られるようなワクワクするようなイメージでピンク色に塗りました。配達員などの来客があった際は、厚手のカーテンで玄関を仕切ることで部屋の中が一望できないようにしたり、古い鉄の玄関ドアから聞こえる外の音を防ぐこともできます。南側に位置するこのスペースはベッドスペースであると同時にリビングスペースにもなる場所です。で、ここにはカーテンレールが U の字で天井についているんですけれども、このシアカーテンを閉じると部屋を緩やかに分けることができます。この部屋にエアコンがついてるんですけれども、冷気が割とカーテンを閉めてエアコンをつけると、この部屋がすぐに暖かくなったり冷たくなったりするので、部屋を分けるっていう役割以外にも、そういったエアコンの効率を上げるカーテンとしても機能しています。
ソファーは IKEA で購入した2段ベッドを積み重ねて使っています。来客がある時や休日にはこのようにリビングとして使っていますが、平日はこのソファーを下ろして2人のベッドスペースとして使っています。このテーブルも可動で動かせるものになっていて、簡単にこの天板をこう外して持ち運ぶことができたり、この足の部分もこのように小さく畳んで持ってってこう立てかけて収納することができます。これも天板をこう変えて少し濃い色にしたりもできます。窓はもともとのサッシの内側に断熱や防音のために樹脂製のインナーサッシを加えています。窓枠自体が簡単な棚になり、その上を自分たちの集めている好きなものを飾る棚としても使っています。このスペースはカーテンによって柔らかく仕切ることができます。2枚のカーテンを窓に置いて窓からの光を和らげることもあれば、構造壁の場所に置いてスペースを緩やかに仕切ることもあります。バルコニーは春や秋などの穏やかな季節で晴れた時に時々外を眺めるために座ったり、実はこの高さは鳥たちが飛び回る高さなので、鳥の姿がよく見えるのでお茶を飲みながら鳥たちを観察しています。このカウンターの部分は昔は仕事で使っていたんですけれども、最近は、妻がピアノを弾いたり、私が本を読んだりと、休憩の時間に使っていたりもします。建物ができた当初はここには何もなくて、特に決まったものはなかったんですけど、僕たちがこういうふうにいろんな本を持っているということもあって、そのうちやっぱりここに本棚を作りたいということになって、これは、この棚柱というのを壁に埋め込んでいただくのを工務店にお願いして、それ以外は全部この棚板を切ったりとか、塗装したりっていうのは自分たちで DIY で、作った棚になります。でクローゼットは、私たちが毎日着るものをしまっていて、こんな感じで、日常に使うものを入れているというところですね。ワードローブは明るく柔らかな印象を持つ品合板を選定しました。無印の収納棚を入れて簡易に洋服を収納しています。足で持ち上げていて、また天井まで達しないような家具のようなものとして作っています。この足の下にはコンセントを設け、ルンバステーションを設けることでルンバの隠し場所としても機能していて、家全体の家具が同じように足で持ち上げることでルンバがスムーズに掃除ができるような場所になっています。Under the leg is for the Lumba's plan. Lumba's wall. It's freaky deaky, and it's oh so fine. We have it all. How does design stir our feelings and drive our connections to places, to our precious histories, and to each other? Jack Chen and Heidi Wong of Tsai Design show us how to transform awkward spaces into elegant instruments for living. See what happens when Dutch artist/designer Bertjan Pot's hands surprise his head. Learn how third world grit and a hell ton of plants can preserve the living culture of our cities. The unsung brilliance of the bench. How to embrace the awkwardness of apartment building communities. Walls bursting with colour and nostalgia. And don't worry, there are small homes too. A domestic prototype in San Sebastian, a rejection of minimalist aesthetics in Rome, and a Paris apartment that brings outdoor bathing in. And cushions that are less cushions and more your new best friend. There's still so much more inside, including the Instagram sensation 10-1 from Bogdan Gibovan, resplendent in print. Subscribe now to get yours with free worldwide shipping. Stop it. ワードローブと壁の間の隙間の空間は私たちが DIY で作ったものになります。
通常のツールはあまり外に見せないことも多いとは思うんですが、私たちはそういったことをよくやることから、そういったものも一つのディスプレイとして活用できるのではないかと考えていました。もともと設備配管が通っていた穴に棒を刺して植物をかけたりバッグを垂らしたりして使っています。一つの穴に棒を通しているので、玄関側とワードロープ側で別々の使い方ができます。北側の窓際に配置されたダイニングキッチンは部屋の中心ともいえる空間です。小さな住宅に大きなキッチンを置くと存在感が大きいため、キッチンというよりはインテリアの一部となるように他の家具と同じようなデザインとしました。このキッチンは天板のこのシルバーのシンクとコンロは既製品のものになっているんですけれども、この扉は自分たちで、この天板より下は自分たちで設計して作りました。カウンタートップのステンレスと箱に統一感を持たせるためにシルバーのシートを扉に貼っています。全体の色を統一させることで家具のような外観を作っています。またレンジフードも壁と同じ色にして機械として目立たないように工夫しています。けど私が彼女は届かないので、あそこのスイッチだけで基本的には入り切りしていると。お湯が出るスイッチとここにキッチン用のスイッチがあるので、夜料理をする時だったり火を使う時はここにスイッチを押して料理をして作業しています。シンクの前はアクリルの板をかけています。水が飛び散るのがガラスが汚れちゃうので、なんで普通にこの板が刺さってるだけなので汚れないように差し込んでいます。2人で料理することが多いので、こういうのあったら便利だよねと言って、このトロリーは後から設計しました。トロリーには炊飯器が収納され、ご飯を炊くときに使います。2人の作業スペースとして自由に動かして使っています。こうやってここでお米を炊きながら、ここでもカットできますし、ここですぐ洗い物とかもできるので、ここに置きながら料理することが多いです。でここには割と使用頻度がそこまで高くない容器たちを入れていて、ボトルだったり瓶だったりお弁当箱とかが収納されています。であとこのキャスターが透明なのを結構こだわっていて、黒だと色が目立ってしまうんですけれども、透明なもので存在感がなくなるように考えました。でロックがかけられるようにも奥はなっているので、地震の時とかも動かないように考えました。窓の間にある棚は住み始めてから2人で DIY で作ったものです。窓枠に棚板をかけるというような簡単な作りになっています。ここにはよく使うキッチンツールを置くようにしていて、この木の棒は IKEA で買ったものを板に取り付けています。キッチンの横にあるカップボードは食器の他にも電子レンジやオーブンも収納しています。このボックスは食器棚になっています。中には電子レンジやトースターが入っています。ここは無印の収納を使って小さなマグカップやグラスを収納しています。で、食器をここの2段では収納しています。この奥にはこういう食器の収納を効率的にするようなものを使って多くのお皿を収納しています。このレンジはバルミューダというブランドのもので、こういうふうに音楽が鳴るんですけど、これを使っています。ダイニングスペースについてはリビングと一体的にも使える柔軟な使い方ができるように、通常より少し小さなサイズでダイニングテーブルをデザインしました。一見この
天板がすごく薄く見えると思うんですけど、実は木の天板をこのスチールの足の中に一部落とし込んでいて、なので、外側だけがこの厚みで出てきているということで、すごく軽やかなデザインになっていると思います。これらの椅子は中古でネットで購入しているんですけれども、新品を買うより安く手に入れることができますし、手放す時も価値が落ちないので、そのような購入方法にしています。キッチンダイニングは窓がたくさん開いているので、植物が育つにはとても適している環境です。引っ越す前から植物を育てたいと思ってたんですけれども、実際に植物を育てて囲われてみると、とてもリラックスして暮らすことができるなと感じています。この植物はウンベラッタで、この家に引っ越した当初に購入したんですけれども、最初は1メートルぐらいの高さだったんですけれども、この家に来てから倍以上ぐらいの高さまで成長しました。ダイニングキッチンにある窓のうちの一つに、通常よりも、出っ張った窓枠を設けていますが、ここには私たちの趣味のものを集めたものを置くための棚として活用できる窓枠として作りました。通常の住宅では冷蔵庫や洗濯機が表に出てくることがよくあるのですが、こういった小さな家ではそういった存在感がすごく大きく出てしまう可能性があるので、それをできるだけ隠すようにこういった半透明のボックスの中に収納しました。この半透明のボックスは右側が冷蔵庫と洗濯機が入っていて、左側にトイレが収納されています。洗面スペースに外側の窓からの光を通すために半透明の素材を使っていて、それによって洗面スペースに光を取り込んでいます。このカーテンはお風呂に入る前にこのように閉めると簡単な脱衣スペースになります。で、こちらの奥がトイレスペースになっています。トイレのところに小さな窓があるので、この箱は光を通すためにこういう光を通すポリカーボネートの素材を使用しました。ここが、洗面室になっています。これは既製品のものを使っていて、ここにタオルをかけたり、こういった洗うための洗剤のボトルをかけるようなバーになっています。ユニットバスはこの空いている隙間に作ってもらった台があるので、ここに乗って開けて入るような感じです。このお風呂は外観はオーダーメイドのように見えますが、中は一般的なユニットバスを使っており、コストを下げることに役立っています。木毛セメント板は吸水吸音の性質があり、このグレーの色自体は素材そのものの色です。この家のコンセントやスイッチはなるべく目立たないようなところに配慮しました。壁の仕上げについては、もともとの構造の壁をシンプルに塗装しただけのものになりますが、解体の時の跡だったりとか昔の状態っていうのをあえて残した状態にしています。小さい場所の中でも明るさや広がりを感じる場所を作ることを意識しています。狭いっていうふうに考えるのではなくて、どちらかというと外に近いというふうに思ったことは一つの発見だったかなと思います。それもこう楽しんで工夫して、なんか自分たちで設計というか、なんか作ってること自体も楽しんでこう暮らそうみたいなことを考えてました。こう最初から全部完成してできてる家というよりは、自分たちでこれこうやってあったらいいよねっていうのを後から話して2人で作ることも楽しんでやるっていうのを考えてました。Sign up to our newsletter for subscriber-only content and exclusive offers.
visit nevertoosmall.com/subscribe.